a place that has created legendary anime for over 50 years, a home to some of anime's most famous creators, Madhouse. What makes this place and the people who have been there so special? なんだっけ、俺は誰だ昔マットハスのをやってた丸山です。He's one of the most prolific producers in the anime industry, well known for kickstarting the careers of many world-renowned directors and for founding animation studios Madhouse and Mappa. Masao Maruyama. Let's dive into his mind and learn more about how Madhouse's masterpieces were created. その頃ね、日本のアニメーションっていうのはほとんどの人が誰も知らない。虫プロっていうのがアニメーション作るところとすら僕は知らなかった。アニメーションって言葉もその頃はなくて、動画映画を始めてると。そのお手伝いにちょっと行ってこいと手塚さんの知り合いの人に言われて虫プロに行った。アニメーションっていうのがその東映というところで3年に1本くらい劇場映画を作る人たちしかいない時代、手塚さんが突然1週間に1本オンエアするアトムを作るぞと言い出したんで、どうかしたんじゃないかと。みんなとってもできるわけがないことを考え出してやり始めて、それをちゃんとやった人が手塚治虫。ある意味じゃ日本のアニメーションの、テレビですけれども基礎を馬力っていうかな、頑張ってものを作っちゃうぞという旗印を上げてくれた人だと僕は思ってます。当時のアニメーションそのものが今のように分割あんまりされてないんですね。できる人が何をやってもいい。絵描ける人は絵描けばいいし、絵描けない人は話を作ってもいいし、カットを持って動いて誰かに頼みに行くとか、そういうこととか、極端なこと言うとお掃除をする人も必要なわけで、何でもやる人、僕が多少重宝だったのはこういう仕事しかできませんみたいなことは全然ないんです。逆に言うと何にも仕事ができないんで何でもやらなくちゃない、そういう時代っていうこともありますし、そういうキャラクターでもあったのかもしれません。明日のジョーもですね、正直言うと虫プロの中では本流ではないわけですよ。虫プロでこういうことをやりたいっていうのとは違う作品だったんですね。で、したがって現場っていうのもなかなか虫プロのスタッフがいないんです。当時他の作品をメインでやってる人が虫プロ連中はいっぱいいたんで、明日のジョーっていうのはちょっと端っこに置かれた作品なんで、その分だけ頑張れたっていうのもあるんですけど、逆言うとね、明日のジョーの次に国松様の通り台っていうのをやったんですね。虫プロがその時亡くなったんで、その明日のジョーから国松様をやってたスタッフがそっくりマッドハウスになったんで、明日のジョーのスタッフだけがマッドハウスになったわけじゃないんです。虫プロが亡くなった時に創映社って会社ができたんですね。今のサンライズになるとこなんですけど、それは岸本という僕にとっては演出家、僕がワンダースインの時に岸本さんが演出で、僕はその演出助手だったんで、そういう関係があって、虫プロダメになったら新しい会社作るからそこにはスタッフはいらないと。絵描きさんたちは作品決まったら集めるんで、とりあえず制作だけで会社作ると。じゃあ現場っていうのがある。絵を描く人とかそれぞれの人がいるところはそこには行けないわけですね。で久島さんのお通り台をスタジオ出崎含めて旗って演出家含めていたんですけれども、その人たちがどうするんだって、そこに仕事がなくなっちゃうんで困ったなと。そういう現場の仕事
で仕事をやれるスタッフと一緒に仕事をやりたいっていうことで、出先のサーもあって、じゃあ分かった、こういうグループ、そういうグループを作ろうということでマッドハウスを作ったんですね。いや、大変なのが楽しいですね。その楽しいだけじゃ絶対ないですね。いろんな、ただ僕は割と彼と麻雀するのが遊ぶのが好きでした。仕事そのものよりもどっちかって言ったらプライベートな部分の方がはるかに時間的には多かったかもしれないですね。あれが好き、これが嫌いのみたいなバカっ話ですね、基本的にはね。杉野は全くそういうことをやらない人、仕事一途の人です。仕事以外には全く興味がないんじゃないですかね。それに対して出崎と僕は全然真面目、仕事は真面目の仕事に関すると多分真面目なんでしょうけども、それ以外のことが大好きで、それ以外のバカなことをいっぱいやってるというタイプですね。明日のジョーっていうのが始まりで、また明日ができてきてみたいな要素があるんですけども、第一部で終わってるんで、力夫氏が死んだところで終わってるんで、それ以降の明日のジョーをやりましょうという企画を持ち上がったんですね。出崎と杉野はそれは他の人にはやらせたくないと、明日のジョーは自分らがやるんだということで、マッドハウスをって最初は立ち上がるところだったんですね。で、僕がただ明日のジョー2はやりたくないと、単純に僕は2はやりたくない、出崎さんと杉野さんやるのはどうぞおやりなさいと、僕はやりませんよって言って、じゃあということで最終的には出崎杉野がアンダップルって会社を作って、僕はマッドハウスに残って違う作品をやりだしたと。やっぱり今でも思うんだけども、作品の出来は2の方が全然いいですね。アニメーションとしてのクオリティは2の方が全然いいと思います。ただ思い入れが1にはあるんです。手塚さんの絵を描いてた人がああいうリアルな絵を描くってのはほぼ不可能なんですよね。だから話数によってすごいばらけてたり、ただその中にものすごいエネルギーと、できないことに挑戦するエネルギーと、出崎の演出のすごさが煮詰まってるから、多分アニメーションのクオリティで言ったら比較にならないけれども、気持ちみたいなのが1の中にはすごく詰まってるんですね。それをきれいにすればいいっていうものではないと僕は思って、もともとその時明日マッドハウスの中で出崎さんが必要と思う絵描きさんはみんな連れてってくださいと僕が言って、それはマッドハウスでも一番絵の描ける連中はアンナップルに行って、残りのスタッフで僕がやることになって、でマッドハウスに当時いない人もいろいろ相談したりして、第2期マッドハウスが立ち上げるんですね。その時川尻君も一時そのマッドハウスではなく自宅でやったりしたんだけど、ちょっと来て手伝ってくれって言って、手崎さん杉野さんいないからお前になんとかやってもらわないと困るよと口説いて、丸山川尻体制ができていくわけですね。設定っていうのは、いい加減な言葉で、設定は何かって誰も答えられないし、そういう職業本当はないと思うんですよ。便宜的につけた名前設定っていうのは何でもやる人っていう意味と、よりちょっと文芸に特化してる、お話作りにちょっと中心になってるっていう意味はあるかもしれないですけども、厳密な意味で設定なんてないんです。多分辞書を引いて設定って出てきますかね。本当はないと思いますよ。アニメ用語としてはあると思いますけど、スケジュール通りいかない時あるんですね。脚本が、それから脚本を書く人が突然病気になったりいろいろする時やる時に、スケジュールを守るためには、スケジュールを載せていくためには誰かがやらなくちゃないんです。自分からやりたいってことはあんまりないですね。出崎さんがちょっとやっといてって言ったらはいはいってやるぐらいの
軽いノリなんで全然多分ライターとしては使い物にならなかったと思いますよ。僕じゃなくて林太郎ですね。全ては林太郎がやっぱり大友君のことをなんとかこれで日本のアニメーションと変えたいぐらいのつもりもあったんじゃないですかね。大友君もただアニメーションに対して非常に興味もあったけれども、当時連載してましたから、この間も会った時にあの子のエネルギーあったよなって、3日間漫画描いて3日間アニメやってたんだと、それができたんだと、今はそれができないと、どっちか一つしかできないぞと言ってたんですけど、まだその頃若くて元気があって両方やりたかったんじゃないですか。でスタジオにちゃんと来てくれて、現場大戦の頃しょっちゅう僕とこう向き合ってキャラクター描いてもらうんですね。その頃はまだ漫画家時代はあんまり細工の漫画はないんですね。むしろリアルな戦争とか下町のなんか不老者とかを得意で描いてて、あんまりこう綺麗な絵ではなかったんですね。アニメーション綺麗、特に女性は綺麗じゃないと嫌だって僕がずっと言って、ルナ姫の絵が可愛くない、もっと目玉が大きくて可愛いのがアニメーションなんだよって、もうずっと喧嘩してて、男とかじいさんとかめちゃくちゃうまいんだけど、最後は林太郎さんが「これでもう勘弁してやるよ」っつって、お父さんもこれ以上描けませんって言われて、ルナ姫が形になったんですけども、その後いろいろ彼もアニメーションやってる中で、やっぱりこう舌触りのいい絵というか、彼の絵そのものも少し変わってくるし、ただ彼の持ってるそのある種デッサン力というかリアルな表現というか、それは森本中村隆も含めて日本のアニメ界に与えた影響っていうのはかなりでかいと思います。彼も現場大戦終わった後、もうちょっとアニメやりたいって言い出して、じゃあ短編ならやってみますかって言って工事指令命令を彼がその原作の中からこれをだったらやれるよって選び出して、その後それをやって自信がついてアキラを自分でやってみたいってやったんだと。また明日ではできないんで、大手の東京ムービーがそれを引き受けてやってくれた。アメリカで当時そういう日本のアニメーションが好きな若い人が集まって、突然バイオレンス中心の日本のアニメーションが出てきた時に、ちょっと彼らカルチャーショックを起こして、日本のアニメーション面白いよ、その一番バイオレンスをやるのが好きで得意なのがマタハスの一部、マタハスの全てではないんですけど、特に川尻君のものは非常に幼獣都市っていうのがちょっとセンセーショナルな動きがあって、血は吹き出すわ首はすっ飛ぶわみたいな、すげえやみたいな若いエネルギーが詰まってるっていう評価されて、そのうち単にそういうそれをどうきれいに見せるかとか、どう凄まじい表現ができるかっていう表現に対してのなんかシンパシーみたいのがあって、ハリウッドの若手の監督たちがみんなそれにこぞって日本のアニメーションを評価してくれて、でももともとといえば僕らが川尻も林太郎さんも僕らがすごく影響を受けたのはハリウッドのそういう映画なんですね。実写映画なんですね。だからお互いこちらがそれを刺激を受けて作った映像を面白がったというそういう関係にあったんじゃないかなと思いますよ。いや僕はね、そのビジネスに関してはいまだにまだ全然ダメなんですよ。だからプロデューサーにという名前を出されることに関しては全面拒否はしませんけど、僕はプロデューサーではないと思ってるんです。要するにちゃんとお金の面倒を見ていろいろ総合的にやれる人がプロデューサーだって、僕はもう総合的なことに特にお金のこととスケジュールを守ることに関してはほとんどダメ人間ですから、
ですからプロデューサーではないと。例えば今は M2 って会社があるんですけども、プロデューサーはマキがプロデューサーで、僕は必ずクリエイティブプロデューサー、ものを作る側のプロデューサーです。お金の面倒を見ませんよということを対外的にアピールしてるぐらいで、別に会社の意向でどうのこうのなくて、逆に出版社からとか原作者から依頼があった時にじゃあやりましょうってなるだけなんで、特に傾向的にこの時期こういうことをやっていくとかそういうのは全然ないです。もうそういうふうに固まる時期はあったかもしれないけど、常にそんなことを意識しないで、今川地君がやるんだったら何がいいかとか、今浅く君だったらこれができるなみたいな、そういう作品の選び方をしてるんで、僕があんまりバッターハウスがこの方向でこういうものしかとかって決められるのはとてもむしろ嫌だったですね。何でもやるし、その時によって依頼されたもの、自分の方からこれをやるっていう、やりたいとかって言ってる暇がなかったかな。逆にどんどん来ちゃうんで、それをやるので精一杯みたいな感じだったと思いますよ、多分。なるべく監督の思いをどう表現できるか、みんなで頑張ろうねってなります。ただ監督も必ずしも全員優秀なわけじゃないですから、これから勉強してなんとか一人前になっていく人も一緒にやってるわけですから、それはそれでなんか全部任せるわけにはいかないとかってことも出てくるわけです。そのパーフェクトブルーっていう非常に難しい、僕の今までやった中でも最も困難なと思われる作品をやんなくちゃないと。ちょっとこの作品普通にやりたくないなと、普通のアニメーションにしたくないなとあった時に、むしろあんまりアニメの監督じゃない人にお願いした方がいいんじゃないかなと思って、当時コンサートして相当優秀だという噂の彼と会ったら、彼もちょうどタイミングが良くて、ちょっとアニメーションをやろうと思ってたんで、監督一本やってみて、ちょっと面白いなと、監督アニメーションやってもいいよってことになって、パーフェクトブルーをやってもらって、僕にとってはすごく刺激的で面白かったんだから、完成する前にじゃあ次やろうということで宣伝女優を作って、それも僕にとってはすごく面白かったんで、まだ回収とかなんとか一切ないまま作品が終わりかけてる時には次の作品をまた考えてというやり方をしてたんで、毎回そのやり方がチャレンジングなんで、要するに同じことはやらない、別な発想で別な展開をしていくっていう、僕には非常に馬があった監督だったんで、立て続けにずっと一緒にやってたってことはあります。でもコン君は全作品赤字で、作品が終わる前に次の企画をやってるんです。ずっとやり続けたんですね。それは僕がどうしてもそうしたかった、彼が見たかった、彼のものを見たかったってことだし、彼も作りたかった。今考えてみると作り急いだんだと思いますけども、作っていたかった。もう赤字作り続けて会社に迷惑かけてるから、テレビシリーズを一気にやってやるんですと。でこれはもう自分が監修するけど若い監督が全部やらせるから、あっという間にできちゃうと丸さんって彼が言うわけですよ。おいいね、ぜひやろうよって妄想代理人って企画を決めてやり始めると、どんどん自分でやって、若い人にやらせるはずじゃなかったのって、もう少しまとめてやらないと若い人かわいそうだからとことん最後まで全部自分一人で、一方に凛太郎さんに任せたかな。でも騙されることが快感というか、そういう日常だったことを覚えてます。読売機械もロボットものやってください。僕が当然期待するのは、なんかロボットが出てきて戦闘するようなロボットものと思うんだけど、
彼はミュージカルでやりたいとか言い出して、でも確かに赤いロボットと黄色いロボットと緑色のロボットが出てくるんで、まあロボットものじゃロボットものでしょう、でやりましょうっていうところで、まあ途中で終わってしまって、彼が亡くなってしまったんで、誰かがやるってことなくはないんですけども、彼が作ったパートがいくつかあるんですね。それを使わないわけにいかないし、逆に言うとそれ使ったら彼がずっとやれば当然使ってやれるんですけども、誰かがそれを作ると彼の作品でもなくなるし、新しく作った人にとっては邪魔な作品になってしまうんで、これはもう最終的にフィルムにすることは断念しようと僕は思って、このサトシのためにこの作品を形を何とかするのはやめようと僕自身は思ってます。小津田君はですね、お邪魔女ドレミをテレビで見て、テレビでこんなことやっちゃいけないよって電話して、テレビでこんなクオリティでやったら他の話数との差が見えすぎで、ちょっとこういうのは劇場でちゃんとやった方がいいよと彼に言って、大きなお世話って言われて、まあ、常に大きなお世話なんです。僕が言ってることやってることは。コンサート誌でパプリカをやるときに辻さんのとこ行って、原作者のとこ行って、パプリカっての興行としてどうなのって心配して、辻さんの割と人気作品を原作をもう一本やらせてくださいって言って、時をかける少女をアニメにすること決まったんですね。その時すぐにお邪魔女ドレミを思ったんです。お邪魔女ドレミの魔女を卒業した魔女っていう原田知世さんが声をやってるんですけど、まるで大林さんのやった時をかける少女を連想したんですね。で僕がアニメで時をかける少女やることだったけど、これはもう細田君しかいないってことで、細田君口説いてお邪魔女ドレミやってくださいと。ただ子供じゃないですよと、もう大人のお邪魔女ドレミ、折り合いついて時をかける少女がやることになったってことだ。お邪魔女ドレミをなかったら僕は細田君に時をかける少女をやってくださいって言わなかったかもしれない。またあんまり大きくなりすぎて人もいっぱいいて、とっても僕には手に負えなくなったんで、ゼロからもう一回アニメーションやってみようかと思ってマッパで会社作って、でマッパも5年ぐらいやったらもうかなり大きくなったんで、やっぱり若い人がそれをやるべきだと。当時大塚君今の社長が僕がマッドハウス作った時期の年齢だったんで、じゃあ大塚君マッパをマッドハウスのようにやってくださいって言って彼に渡して、僕はそこからちょっと身を引いて今現在 M2 でやってるわけですけれども、ただ人間のエネルギーっていうのはやっぱり限界がありますから、やっぱりそれは次の世代の人がやってくれれば、やっぱマッパー大塚君とか今の M2 の丸山慎太郎とか、僕はもう割と楽してあと残りを人生を生きていきたいなと。ムチプロで僕らがなんか生き方、要するに仕事をやるってことができなくなった時に、チーム手崎と一緒にマッドハウスってチームを作ったんですね。会社じゃないんですね。だからなんていうか会社で物を作るっていうシステムに対して逆に言うとアンチだったところがあるんですね。そのために必ずしも経営がうまくいかないところあったと思うんですけども、物を作るってことを中心に考えた、そのことはいまだに僕が
僕らが脈々とつないでいる部分だと思います。手塚治虫がいたから僕の今があるし、日本のアニメがここにあるというふうに僕は思います。いろいろマッドハウス時代の人がいろんな会社を作っていろんな作品を作って、なんかかなりの部分を占めてるのは事実だと思うんです、日本のアニメーションで。それぞれの人がそれぞれ面白いことをやってくれれば嬉しいし、僕が手塚治虫を反面教師にしたように、全員が多分僕のことを反面教師にして独自のやり方をやってくれると嬉しいなと思います。This concludes our interview with Madhouse founder Masao Maruyama. In the next episode, we'll dive into the mind of one of the very directors he helped rise to fame, one who contributed a lot to the worldwide anime boom. Want to learn more about Studio Madhouse? Make sure to subscribe to the channel so you don't miss the next interviews.